レベル150、ザ・インフィニット・ガーデンについて解説していくよ。無限の花壇か、すげえ幻想的な空間なのかな？まずは部屋の外観。レベル150は、無限に広がる庭園のような空間で、様々な種類の植物が空間内にあるんだ。やっぱりすげえ幻想的な空間。次に、レベル150について説明するよ。レベル150の生存難易度はクラス1。平穏で、安全。エンティティが少し出現するんだ。クラス0の空間ではないのか。次に、レベル150の特徴について説明するよ。レベル150は美しい空間ではあるものの、不安や精神病、痙攣などの精神障害がある場合は安全とは言えず、花粉症の人も、このレベルに長居しない方がいいんだ。花粉症はまだわかるけど、なんで精神障害まで影響あるんだろうな。レベル150には、様々な種類の植物を仕切る複数の部屋があり、各部屋を結ぶコンクリートの道もまた無限に伸びているんだ。どの部屋に行っても見飽きしなさそうだな。ちなみに、このレベルの性質上、安定志向の人々は一般的にここにグループを作り、野菜や豆科など食用植物や出口の隣にいることが多いんだ。やっぱりここに住みたくなるよな。また、稀に生存者自身が保護された状態を維持するために、空間内に小さな砦を築く人もいて、他のレベルから資材を持ち込んだり、レベル150の一部を破壊して資材を集めたりしているんだ。ある意味、環境破壊じゃねそれ。一部の居住者からは反対の声を上げる人もいるんだけど、結局、砦の建築を黙認してることが多いんだよね。この空間における保護されるってどういう意味なんだろうな。このレベルに入る場所によっては、見ることができる植物の種類は異なっていて、一番入りやすいのはレベル234で、そこからはランのエリアに行くことができ、レベル0からも行けるんだ。レベル0からも行けるのか、どんな花が見れるんだ？レベル0からだと土の中から訪れることになるんだよね。不思議な入り方。この空間では、アーモンドウォーターを見つけることが難しい代わりに、飲める水が出る蛇口を見つけることができるんだ。飲み水の確保も容易だな。でも、水を手に入れるには信頼できるグループに頼むか、マイボトルを持って探しに行く必要があるんだ。簡単には見つからんのか。このレベルは部屋によって区切られているんだけど、床は全て統一されていて、部屋には柱があり、部屋と部屋をつなぐ廊下はかなり長く、天井は近代的で、天井タイルと照明のある下がり天井スタイルになっているんだ。でも、照明は全て消えていて、手動で照明をつけることはできないらしいんだ。自前のライトは必須だな。この空間における唯一の光源は窓で、窓ガラスは破壊できず、光は人工的な感じがあって、誰も開けることはできないんだ。窓に人工的なライトでも仕込まれてるのか？また、時々窓に遠くに風景が見えることがあるんだけど、これも作り物っぽい感じがあるんだよね。なんか屋内で育成している植物工場に見えてきた。植物の種類はおよそ 2km ごとに変わるらしく、各部屋の大きさは 75m×70 ほどで、空間の中心から離れれば離れるほど、植物の種類は少なくなるんだ。離れるほど土だけの面積が広がるのか？例を挙げると、およそ 892km 先にヤシの木セクションが見つけられるんだよね。また、独自のセクションを持たない種類の植物が植えられている部屋があって、普通のゴミ箱と同様に、ランダムな植物が入った花瓶が置かれているんだ。扱い方が雑だな。それじゃ、レベル150で見られる各セクションを紹介するよ。まずは一般的に見られるセクション。オーキドセクション。このセクションは、レベル234から入って北に 20km で行くことができ、大抵の人々は環境に適応するために一時的にここに泊まるんだけど、すぐにその場を離れて、このレベルで飲食できるものを探そうとするんだ。始まりの街みたいな扱いだな。稀に、このセクションに白い蘭が咲くことがあって、熟練した探検家であれば、この植物の鞘を取り出し、甘い食べ物に使うことができるんだ。どこぞのチャンネルにいそうな探検家だな。ちなみに、フェイスリングズが植物に水をやるために、このセクションをよく訪れることもあるんだよね。フェイスリングズはここの管理者なのか？次に各地セクション。このセクションは、レベル150の真ん中あたりにあって、サボテンは水をあまり必要としないため、フェイスリングズがこの地域を訪れることはほとんどないんだ。やっぱりフェイスリングズが花の世話をしてるのか。また、このサボテンは食べることができないため、このセクションにはグループが存在しないんだ。ここに訪れる用はなさそうだな。ちなみに、サボテンのトゲは弱い部分に当たるとかなり痛いので、サボテンのトゲを武器として使おうとしている探検家も少なからずいるんだ。すげえ特殊な武器だな。そしてローズセクション。このセクションは、2つのセクションと比べて非常に人口が多いセクションで、中心部から北西へ約 42km 移動することで行くことができるんだ。結構距離あるな。
ここでフェイスリングズたちは、水やりの時間以外はここでバラの花をめでながら、過ごすのが好きらしいんだ。なんか人間味があるな。また、キャベッジセクションに隣接しているため、ここに住む人々もいるんだ。綺麗だし、隣にはキャベツがあるし充実はしてるな。お次は食用植物セクションを紹介するよ。まずはキャベッジセクション。このセクションは、食用植物の中で最も人口の多いセクションで、このセクションが人気なのは、先に紹介したローズセクションの隣にあることと、中心部から北へ 42km と最も近い食用植物セクションだからなんだ。42km って近い感覚なのか。また、このセクションには中小のグループがたくさんあるんだけど、時々キャベツが虫に食われていることもあるんだ。てか、レベル150に虫がいるんだ。次に、ストロベリーセクション。このセクションではイチゴが実っていて、食用になり、特に害はないんだけど、腐るのが早く、すべて食べきれないため、人々はこのセクションを占有しなかったんだ。まあ、果実だしな。このセクションは南東 78km に位置していて、フェイスリングズもめったに水をやらないため、ほとんど廃墟と化しているんだ。腐ったイチゴの匂いとか嫌だな。そしてカリフラワーセクション。このセクションは、食用植物セクションの中で2番目に人口の多いセクションで、中心地から東へ約 274km と非常に離れているんだけど、中心地から離れすぎて滞在場所を求めた人々が多く住んでいるんだ。300km も歩いたのか、すげえな。また、ここには多くのグループがあり、ザ・リパブリック・オブ・レベル153も例外ではなく、この辺りではフェイスリングズもよく見られるんだ。ここに流れ着く人結構いるんだな。そして、激レアエリア。まずはバリードマッシュルームズエリア。このエリアがどこにあるのか、正確な位置を把握している者はいないんだけど、おおよそ北西の方角にあることは分かっていて、このエリアは、大量の木の切り株と高い天井が特徴的なんだ。キノコがわんさかあるわけじゃないのか。このエリアの特徴から、以前は巨木の栽培に使われていたことが分かり、そのため、キノコが出現しやすかったのだと仮説付けられているんだ。花だけじゃなくて、木も植えてたのかよ。この地域には食用だけでなく、毒性、精神作用のあるキノコなど、あらゆる種類のキノコが存在するんだけど、グループは存在していないらしいんだ。レアすぎて確認できてないだけなんじゃね？そしてダークネスエリア。このエリアはほぼ真っ暗で、窓も一切なく、照明はいつものように機能せず、空調どころか、植物すらもないんだ。なんだこの空間。今現在で最も有力な説は、以前あった植物がやがて枯れ、レベル150に滞在していた人々とフェイスリングズに忘れ去られたというものなんだけど、なぜ窓もなくなっているのかは誰もわからないんだ。ここからエンティティが出てきてもおかしくないよな。次に、レベル150で過去に起きた事件について説明するよ。事件なんてあったのかよ。レベル150内では、過去に2つの事件が起きていて、これらの事件は、録画や写真などで確認できているわけではなく、人から人へのことづてで伝わった情報であるため、多少、情報の誤差があるかもだけど、軸となる部分は変わらないから安心してね。ちゃんと事実確認した方がいいんじゃね？まずは火災事件。この事件は、今から30から50年ほど前に、犯人が恣意的にレベル150の植物に火をつけたんだ。犯行の目的は何だったんだ？犯人はレベル150に混乱を引き起こしたかったらしく、犯人はレベル11でガソリンを拾い始め、そこから様々なレベルをめぐり、犯罪に役立つ他の道具を手に入れたんだ。完全に計画的犯行だな。そして2ヶ月後、犯人はレベル150にノークリップで入り、植物以外何もない荒廃したところから火をつけ始めたんだけど、幸いにも、最も人が住んでいる場所にたどり着いた時にガソリンがなくなり、そこに居合わせた人々は犯人を無力化して、この事件は幕を閉じたんだ。人的被害はなかったけど、食料難とかの二次被害はあっただろうな。そして、次の事件がいわゆる共食い事件で、これは内容が結構グロいから気をつけてね。そんなにヤバいやつなのかよ。これは、中心部から北東に約 642km あたりで起きた事件で、現地民の話によると、犯人の精神状態が不安定で、レベル150の反強制的な菜食主義の日々に耐え抜くことができず、近場にあったグループの住人一人に襲いかかり、それを食べたらしいんだ。グロすぎる。その後、犯人は逃亡し、結末はどうなったのか誰もわからないんだ。犯人捕まってないのかよ。噂によると、レベル150の荒廃したエリアの一角に隔離されているらしいんだ。レベル150に行っても安心できねえな。次に、レベル150にいるエンティティについて説明するよ。レベル150には、主に2種類のエンティティがいるんだ。まずはフェイスリングズ。フェイスリングズは、このレベルでよく見るエンティティで、非常に有効的で、攻撃しない限り人間に危害を加えることはないんだ。いつものフェイスリングズだな。
このレベルでは、彼らの仕事は植物に水をやり、世話をすることで、このレベルには無数に植物があるため、一人で全ての植物に水をやることはできないんだけど、このレベルに存在するフェイスリングズの人数で水やりをカバーしているんだ。どんだけフェイスリングズがいるんだよ。次にグローフォルク。赤い個体を除くグローフォルクもここではよく見られ、その理由として、危険な場所がないことと、グローフォルクの元いたレベルがレベルマイナス150であり、このレベルがレベル150であることから、ここへ赴いているらしいんだ。理由になってなくね。グローフォルクは、フェイスリングズの水やりや植物の世話を手伝ったり、このレベルにいる生存者に食料や水を配ったりしているんだ。優しすぎる。ちなみに、グローフォルクの一人がネオンウォーターを使って植物に水をやり、それが原因で植物が光り始めたという事例も報告されているんだ。ありがた迷惑すぎる。次に、レベル150にいるグループについて説明するよ。レベル150のグループは、空間の広さに伴い、全部でいくつあるのか把握しきれていないため、レベル150の中でも有名なグループを5つ紹介するよ。そんなにいるのか。まずはアジアティアンダッチー・オブ・ジェンスワース。このグループは約750人のメンバーがいて、1989年頃に設立したんだ。結構古株なグループだな。また、グループ内の話では全レベルを探索済みという話もあるんだよね。話持ってねえかそれ。次に、リパブリック・オブ・レベル153。このグループは32人のメンバーがいるんだけど、他のレベルにも複数存在していて、バックルームズに昔からいる有名なグループなんだ。前にもどっかで見たな。次に、フローラグループ。このグループは、レベル150にいる植物を観察し、記録することを目的としていて、取引やメンバーの受け入れに応じてくれるんだけど、取引内容は基本的に植物に関するものしか扱ってないんだ。その目的はいつ達成できるのか。次にベグス。このグループは、23名のメンバーがいて全員ベジタリアンなんだ。なので、メンバー加入条件もベジタリアンかビーガンでなければいけないんだ。条件結構厳しいな。そしてザ・フェイスリングズ・リベリオン。このグループは、フェイスリングズが26体いるグループで、植木に水をやるのが嫌になったフェイスリングズたちが集まっているんだ。フェイスリングズの労働組合みたいな感じか？最後に、レベル150の入り方や、次のレベルの生き方について説明するよ。まずはレベル150の入り方。レベル234やレベル11にある花屋の従業員専用ドアからノークリップすると、レベル152、レベル289でゴムのアヒルを見つけると、レベル152、レベル0でノークリップすると、稀にレベル152、レベルインフィニティでビーガン向けの食品を食べていると、レベル152、レベル1089にある明るい部屋の花瓶に花をいっぱい刺すと、花に関連したレベル150のどこかのエリアに行くことでき、全部で8種類の入り口があるんだ。植物関連じゃない入り口もあるのか。一方、次のレベルの生き方は、精神作用のあるキノコを摂取すると、レベルエクスクラメーションか稀にレベル9997に、出口を見つけると、レベルインフィニティに、猫じゃらしを見つけて、食べるとレベル849に、行くことができるんだ。まともそうな出口がねえな。ということで、今回はレベル150について解説したよ。レベル150は、無限に広がる花園のような空間だったけど、なんかレベル150の中でもいざこざがあって、心置きなく住めそうではないな。まあ、人間が安定安心の空間を開拓していくたびに、そういうトラブルとかはつきものだからね。バックルームズに行っても、人間社会からは脱せられないのか。